じゃあ、今回はこの新しく購入した3D プリンタークリアリティさんの Ender 3 V3 KE を購入したので、レビューしていこうと思います。はい、でこの Ender 3 V3 KE の、特徴、まず1つ目のメリットなんですけども、この Ender 3 V3 KE は、組み立てが非常に簡単で、届いた時点でこの土台の部分はもうほぼ完成している状態で、こちらでやることといえばこの上のフレームを挿して横の操作パッドをつけて、あとは付属品を少しつけたら電源系統をこうプチプチと挿していくぐらいの作業ですぐ使い始めることができます。ただ他の YouTuber さんが言ってるような慣れてれば15分ぐらいでできるっていう話なんですけども、初めてこの 3D プリンターを買った僕は使い方がいまいち分からず1時間半くらいかかってしまったので、慎重にやったのでそれくらい時間はかかるので、簡単といっても一番最初に買った人にとっては少し複雑かもしれません。それでも USB に内蔵されている PDF を見ればすんなりと組み立てることができたので、初心者の方でも間違いなく組み立ては難しくない機種なのかなと思います。メリット2つ目、この Ender 3 V3 KE は価格が Amazon だと 45,389 円となっていて、入門用の今の 3D プリンターっていうのはだいたい2万円から3万円ぐらいで購入できるんですけれども、ほんの少し高い1万5,000円ぐらい高い4万5,000円ぐらい出してこの V3 KE を買うと非常に速い速度で印刷ができます。そのスピードがマックスで500ミリパーセックで、通常仕様でも300ミリパーセックと3万円台の 3D プリンターで条件を一定にした時だけ出せる300ミリパーセックっていう速度をこの V3KE は通常の速度として扱うことができます。なので、3万円台の 3D プリンター実際は150ミリパーセックとか200ミリパーセックで動かさなきゃいけないところをこの V3KE は300ミリパーセックで通常動かすことができるので、3万円台の 3D プリンターからすると最高速を常に発揮できる、そして設定を変えれば最大で500ミリパーセック出せるっていうのが大きなメリットになります。はい、例えばこの有名なベンチマークモデル、これだと17分から19分くらいの間で印刷することができます。で例えばこういうペン立てみたいな、花瓶とかペン立てみたいなもの、これでだいたい1時間ちょっとぐらい、1時間半くらいかなで印刷できるので、そういう意味でも通常速度がかなり速いプリンターとしてはかなり安い部類になるのかなと思います。そして3つ目のポイント、これはオートレベリングが搭載されているっていうのがものすごい大きなメリットかなと思います。他の3万円台の 3D プリンターではここのプラットフォームなんですけど、プラットフォームの下にネジがついていて、そこを4箇所こう調整して最初に印刷前に合わせなきゃいけないっていうことがあるんですけども、これはオートレベリングが備わっているので何もせずデータを作ったらボタンをポチッと押すだけで印刷ができるようになります。特に難しいことせずデータを作ることに集中して3D プリンターを楽しむことができます。そしてスピードが非常に速いので間違ったデータ、高さが足りないとか大きさが大きすぎるっていう場合に修正したデータも高速で印刷し直すことができるっていうので、初めて買う人にとってはかなり扱いやすい機種なのかなと思います。4つ目のポイントです。4つ目は失敗が非常に少ないっていうのがメリットかなと思います。先ほど紹介したオートレベリングも含めてそうなんですけれども、難しいモデル、例えば中空の部分があるとかオーバーハングしているようなパーツでなければ基本的には PLA フィラメントを使っておけば大体のものはほとんど成功します。よほど難しい形とかではなければ。なのでスピードがあって失敗もしづらいっていうので、そこはすごい大きなメリットなのかなと思います。はい、そして5つ目、これはメリットでもありデメリットにはなってしまう部分ではあるんですけれども、この Ender 3 V3 KE のノズルの部分が非常に高温になるので ABS フィラメントが使うことが可能になっています。
もちろんその他の PLA や PETG、TPU などももちろん使えるんですけれども、フィギュアとかの造形にも使えるようなプラスチックに近い性質を持つ ABS フィラメントを使うことができます。これよりこの Ender 3 V3KE の1個下のランクである V3SE の方では温度が足りず ABS 素材は使うことができないんですけれども、プラス1万5000円出して4万5000円払うことでこの Ender 3 V3KE は ABS も使うことが可能になっています。そこはめちゃくちゃ大きいメリットですね。ただ一つ気をつけてほしいのが、今これ撮影しているのが1月なんですけれども、室温が10度以下になるような部屋では実際は ABS は印刷することができません。これは唯一の大きなデメリットでもあります。なぜ ABS が使えないのかというと、この Ender 3 V3KE のボディにはエンクロージャー、要は箱型で密閉されていない形のオープン型の 3D プリンターなので ABS の印刷の素材に必要な高い温度を維持することができない状態になっています。なので実際 ABS 自体は印刷はできるんですけれども、それが成功するかというと、今のところ冬の10度前後の室温では今のところ1回も成功していません。失敗してばっかりです。どうすればじゃあ成功するのかっていうと、先ほど言った通りエンクロージャー、要はこの 3D プリンター自体に囲いをつけたり、テントみたいなもので囲ったりする、そのエンクロージャーをつければこの Ender 3 V3KE でも ABS を印刷することができるようになります。 ABS 素材で造形をしたくて 3D プリンターを購入している方がいる場合は、この V3KE 単体ではかなり難しいと思った方がいいです。状況に左右される。なのでほぼほぼ必須でエンクロージャーが必要になると思った方がいいです。これが唯一のデメリットかなと思います。ただ残りの部分に関してはほぼほぼデメリットがなく、むしろメリットの方が大きくて 3D プリントを楽しめるようになってるっていうのがこの Ender 3 V3KE の特徴です。あともう一つですね、印刷時の音なんですけれども、やはりその最大 500ms の超高速印刷をするということは、その分このヘッドとプレートがめちゃくちゃ速く動くっていうことなので、音と振動に関してはかなりします。実際今隣の部屋に 3D プリンターを置いて印刷をしてるんですけれども、振動も音も聞こえてくるぐらいの音量はあります。実際の印刷スピード、500mm で動いている印刷スピードと音を撮影したので、こちらの動画をご覧ください。じゃあ実際に今高速プリント 500mm ですね、最大 500ms の最大速度のベンチマークのボートを今印刷しています。音がどれくらいうるさいか、ちょっとマイクを近づけてみますね。音聞こえますかね。こんな感じです。音聞こえましたでしょうか。かなりファンの音がブイーンっていう音とガタ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 という音がめちゃくちゃ響きます。ここは今結構安定した場所に置いてるので揺れてないんですけども、実際これがアルミラックとかそういう場所に置くことを考えている人は、アルミラック自体が振動で移動するぐらい、勝手に歩き始めちゃうぐらいの振動になっちゃったりするかもしれないので、もしアルミラックとかアルミラックの上とかに置こうかなっていう考えている方は気をつけた方がいいかなと思います。はい、実際に印刷できたみたいです。出来上がりはこんな感じです。よし、外してみるか。これが印刷できたものです。綺麗ですね。裏面はこんな感じ、しっかり印刷されてますね。ここの部分とか、若干ですけどちょっと垂れちゃってる部分があるかなっていう感じです。後ろの文字は、ほぼほぼ潰れてますね。はい。それでも 500ms の超高速の印刷スピードで
ここまで印刷ができるのであれば、本造形前のテスト造形なんかは高速で印刷をして、印刷に問題がなければ、印刷や造形に問題がなければスピードを落として綺麗な状態で印刷し直すなんていうのも簡単にトライアンドエラーができると思います。いかがでしたでしょうか。やはり 500ms/s の超高速印刷になるとさすがにかなりの音と振動があります。この今置いているここの台はかなり頑丈なところに置いているので、実際映像では揺れてはいなかったんですけれども、もしテーブルの上とかアルミラックの上に置いて作業するよという人は、かなり丈夫な棚とかじゃないと棚自体が振動で動き出すようなぐらい揺れるので、もしそういう場所に設置しようと思っている方は置き場所はよく考えた方がいいかなと思います。もう最悪床に直置きした方がいいレベルで音と振動はあります。ただそれは高速機ゆえ、超高速で印刷するゆえに仕方ないものだとは思うので、あまりデメリットとは言いづらいのかなと思います。で、実際音に関してはエンクロージャーをすれば多少は改善すると思うので、エンダー 3V3KE を購入検討している方に関してはエンクロージャーも置けるようなそれなりのスペースはあらかじめ用意しておいた方がいいのかなと思います。ただ実際それが用意さえできてしまえば、この45,000円という価格帯で ABS や TPU、PETG とか PLA ほとんどの素材が印刷できるっていうのはかなりの魅力なんじゃないのかなと思います。はい、そして実際に僕も今買ってから2週間くらい経ったんですけれども、正直めちゃくちゃ面白いです。このエンダー 3V3KE の速度とその印刷精度の高さに関してはかなり魅力的なんじゃないのかなと思います。もし以前3D プリンターの家庭用が出始めた頃に、いやこんなん遅くてやってらんねえよって思ってた人はそのスピードの速さに驚愕すると思います。めちゃくちゃ 3D プリントすること自体が楽しくなるし、データを作ること自体も楽しくなるっていうめちゃくちゃもういいものだと思うので、興味のある方はぜひ公式サイトもしくはAmazon の販売店の方を見てみるといいのかなと思います。ちなみに公式サイトは 42,349 円で販売していたんですけれども、実際これは Amazon より3000円ぐらい安い価格ではあるんですけれども、日本国内に在庫がない場合は中国から届くことになるので、その場合1週間から2週間ぐらいかかってしまいます。で Amazon に在庫がある場合は1日2日で届くので、その3000円の差額をどう捉えるかっていうところで、時間に余裕のある方は公式サイトで買った方がいいですし、なるべく早く届いてすぐ遊びたいっていう方は Amazon の方がおすすめかなと思います。そちら両方とも概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。最新の 3D プリンタークレアリティさんの Ender 3V3KE をレビューしました。Ender 3V3KE を検討しているという方は、この動画を見てもしよかったなと思えたら、ぜひ、高評価、グッドボタン、高評価と、今後はこの Ender 3V3KE を使っていろんなものを作っていこうかなと思いますので、ものづくりに興味のある方もよろしければチャンネル登録をお願いいたします。それじゃまたね。